工場が作るだけが仕事だったんですけど、自社ブランド、ノースってブランドで今商品を出しているので、それで売り上げを伸ばしたのが実は高岡でもうちだけだと思ってるんです。だから最近結構自社ブランドで商品を出す方が高岡も出てきてるので、ある意味うちが取り組んだことっていうのは地域の刺激になって、全体が活性化してるんだなっていう思いはありますけど。やっぱり一応にやることがやっぱりデザインすごく大事なんですね。で、デザインがいいとですね、必ずお客さんがおしゃれって言うんですよ。イコールデザインっていうのがあるみたいで、だからうちの商品はデザインを取り入れて素材を生かした商品っていうのを心がけて作ってきてるわけですよね。そうですね。金属素材ってやっぱりそれぞれ特性が違うわけですよね。例えば真鍮製は音が綺麗だから風鈴を作ったり、錫は抗菌性があって食品衛生法でいうと食器に使えるので食器にするという。だからあまり無理せずにその素材が持っている特性を生かすってことを大事にしようかなと思って製品を作ります。そうですね。うちの場合はあんまり機械で物を作るっていう感覚じゃなくて手で作るものですから、やっぱり熟練はある程度必要なんですが、その職種によって違ってまして、簡単っていうか、1年ぐらいで一丁前になる現場もあれば、5年10年かかんないと、なかなか一丁前にならないぞっていう現場もありますし、やっぱそのやる工程によってはかなり差があると思います。ただ来てすぐできるものではないという。ろくろって言って最後に製品を削り出す、これ結構難しくてですね、その道具の作り方とか、あるいはその、線っていうんですけど、それをどう当てるかとか角度とか結構微妙なところがありました。それによって相当変わるので、これが一番熟練を必要とする職種かなと思います。以前16歳のうち入った人が73までしてもらえたんですね。うちは60年ろくろしてた人がいたんですけども、結局その人は、僕が見た限りで言うと60年間いた60年目が一番いい仕事をしてると思うんですよ。鋳物を言うぐらいですからいいものだと思っててちょっとですね、良さっていうのはですね、作る良さっていうのがあって、金属って全部溶かすわけですよ。で、液状のものが型に流し込むと有機物に変わるっていう醍醐味っていうのは非常にあると思うんですね。それと多品質の少量生産にもってこいの技法なので、例えば一つだけ作りたいって言っても対応ができるっていうのが鋳